こんにちは。今回の令和かぎ針編み教室はレッスン3の中長編みの編み方を紹介します。中長編みを往復編みで平編みで編みます。編み図で説明します。中長編みの編み目記号は T の字になったこの形が中長編みの編み目記号です。今回は鎖編みと中長編みを使って編みます。最初の作り目の鎖編みは細編みと同じように少し大きめな鎖編みを10目編みます。そして立ち上がりは中長編みは鎖編み2目ですから鎖編み10目の作り目を編んだところに立ち上がりの鎖編み2目を編みます。中長編みの時も細編みと同じように立ち上がりの鎖編み2目は目数には入れませんから立ち上がりの鎖編み2目を編んだ作り目の10個目の鎖編みに中長編みを編みます。次の鎖編みにも中長編みを編んで全部で10目の中長編みを編んで1段目が終わります。2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編みますが、この鎖編み2目は中長編みの数に入れませんから、次に中長編みを編むのは、立ち上がりの鎖編み2目を編んだ前段の中長編みの頭に中長編みを編みます。2段目は1段目の中長編みの頭に2本を拾って中長編みを編み、最後は鎖編み2目の立ち上がりではなく、最初に編んだ中長編みの頭に中長編みを編みます。3段目、4段目は2段目と同じ編み方です。今回の中長編みは立ち上がりの鎖編み2目を中長編みの数に入れずに編んでいきます。これが立ち上がりの鎖編み2目を中長編みの数に入れずに毎段中長編みを10目編んだ編み地です。そしてこちらがよく言われる編み方で、中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を中長編み1目として編んだ編み地がこの編み地になります。立ち上がりの鎖編み2目が中長編み1目ですから、前段の中長編みの頭には編まずにこの鎖編み2目を中長編みとして一つ開けた次の中長編みの頭から中長編みを9目編んで鎖編み2目と合わせて中長編み10目とする編み方です。この編み方ですと立ち上がりの鎖編みの間にこのように隙間ができてしまいます。これが気になりますので、今回は立ち上がりの鎖編みは中長編みと数とは入れずに細編みと同じように編んでいきます。作り目の鎖編みを10目編みます。かぎ針を回して糸をかけて輪の中を引き出して糸を絞ります。ここから鎖編みを編み始めます。針にかかっている1目は鎖編みの数には入れません。そして鎖編みは少し大きめな鎖編みを作ってください。今回7号のかぎ針で編みますが、8号のかぎ針がお持ちでしたら8号のかぎ針を使って作り目を編んでください。7号のかぎ針で大きめな作り目を編みます。針に糸をかけて引き出し、少し長めに糸を引き出します。針に糸をかけて次も少し長めに糸を引き出して大きめな鎖編みを編みます。全部で10目の鎖編みを編みます。これで1、2、3、4、5、6、7、
斜めの鎖編みができました。あと3回大きめな鎖編みを編みます。10目の鎖編みができました。中長編みの立ち上がりは鎖編み2目です。この鎖編み2目は中長編みの数に入れませんから、鎖編み2目を編んだ根元の作り目の10個目の鎖編みの裏山を拾って中長編みを編みます。鎖編みの裏山を拾いながら中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて鎖編み2目の根元の鎖編みの裏山を拾って針を入れて糸をかけて引き出します。この時、糸は立ち上がりの鎖編み2目分に近いぐらい少し長めに引き出してください。針に3本の糸がかかっています。針に糸をかけて3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。この最初の中長編みにマーカーをつけておきます。最初はこの目が発見しにくいので、最初に編んだ中長編みにマーカーをつけておきます。次の鎖編みの裏山にも中長編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。糸をかけて3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。次も針に糸をかけて鎖編みの裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。長めに糸を引き出して針に糸をかけて3本の糸を一度に引き抜きます。3目の中長編みができました。これを繰り返します。針に糸をかけてから裏山に針を入れ、糸をかけて長めに引き出し、糸をかけて3本の糸を一度に引き抜きます。これを繰り返します。中長編みは3本の糸を一度に引き抜きますので、編み目の頭がこちらの右側に少し寄ります。針に糸をかけて、鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて長めに引き出し、3本の糸を一度に引き抜きます。これが中長編みの模様です。中長編みは針に1本糸をかけて編みますから、ゴマ編みよりもボリュームのある編み地になります。そして高さも約2倍近くになりますので、ゴマ編みよりも早く編めるような気がします。ここが最後の鎖編みの裏山です。ここに針に糸をかけて、鎖編みの裏山を拾って糸をかけて長めに引き出し、糸をかけて針にかかっている3本の糸を一度に引き抜きます。このように中長編みの頭は少し右側にずれています。これで1段目が編めました。次の2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編みます。立ち上がりの鎖編み2目を編んで、編み地を裏返します。編み地を裏返すのはいつも右側を押して裏返してください。右側を押せば鎖編みがねじれませんが、反対側に編み地を裏返すと鎖編みがこのようにねじれてしまいますので、必ず右を押して
鎖編みをねじらないようにしてください。2段目の最初は、立ち上がりの鎖編み2目は中長編みの目数には入れませんから、立ち上がりの鎖編み2目を編んだすぐ根元の中長編みの頭2本を拾います。針に糸をかけて、鎖編みを編んだすぐ根元の中長編みの頭2本を拾って、ここに中長編みを編みます。この中長編みにもわかりやすいように頭2本拾ってマーカーをつけておきます。中長編みの頭はこちらから見るとこの糸がありますから少しわかりにくいですが、頭はここです。こちらから見るとわかりやすいですが、この頭を拾いますが、裏から見ると少しわかりにくいですが、ここが中長編みの頭になります。針に糸をかけて、中長編みの頭2本を拾って、糸をかけて長めに引き出し、糸をかけて3本の糸を一度に引き抜きます。次も針に糸をかけて、中長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて3本の糸を一度に引き抜きます。針にかかっている糸の数が多くなると、引き抜くときも引きにくいですから、かぎ針の向きは目の形に沿って引き抜きます。そして引き抜くときは、かぎ針を少し上に押し上げながら、この目のところに空間を作りながら、かぎ針を上に押し上げ、かぎ先は下向きにして引き抜くと3本一度にきれいに引き抜けます。次も針に糸をかけて中長編みの頭に針を入れ、糸をかけて長めに引き出し、糸をかけてかぎ先を下向きに、針は上向きに押し上げながら引き抜きます。これを繰り返します。頭を拾いながら中長編みを編みます。これで目数を数えてみます。ここが最初の目ですから、1、2、3、4、5、6、7、8、9です。9目の中長編みができました。次が最後の10個目の中長編みです。マーカーがついているところが最後の目ですが、マーカーを外すと、ここになります。9目の中長編みのすぐ隣ですが、こちらから見ると、立ち上がりの鎖編み2目のその次のところが、1段目の最初の中長編みの頭ですから、ここに中長編みを編みます。これで2段目の10個の中長編みができました。3段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み2目を編んで、編み地の右側を押して裏返します。次は中長編みです。鎖編みを編んだ根元のところの頭2本を拾って中長編みを編みます。慣れてきたらマーカーをつけないでもわかるようになると思います。ここが最初の中長編みの頭です。慣れないうちはマーカーをつけながら編み進めてください。最初はマーカーがついている方がわかりやすいので、マーカーをつけて編んでください。慣れてきたら目がわかりやすくなりますから、その時はマーカーなしで
編み進めてください。次の中長編みの頭にも中長編みを編んでいきます。3本の糸を一度に引き抜きながら中長編みを編みます。頭2本を拾って中長編みを編んでいきます。ここが最後のところです。ここもマーカーを取ると分かりにくいですが、2段目の立ち上がりの鎖編み2目は、こちらを向いて鎖編み2目になっています。2段目以降は3段目もそうですが、編むときに鎖編み2目がはっきり分かるようになりますから、鎖編み2目のその右側にある、ここが最後の中長編みの頭です。最後の中長編みを編んで、3段目ができました。次の4段目も鎖編み2目を編んで、編み地を裏返します。すぐ根元の中長編みの頭に中長編みを編んで、次も中長編みを編んでいきます。少し長めに引き出しながら中長編みを編みます。そしてここが最後のところです。マーカーを取ってみます。中長編みの目は少し目がずれています。この中長編みの頭がありますから、反対の向きになって裏から編むときは、これが中長編みの足ですが、この足の左の方にあるのが、この中長編みの頭になりますから、ここは注意してください。針に糸をかけて、この足のある中長編みの頭は、左側のここですから、ここに中長編みを編みます。3段目も鎖編み2目がこちらを向いています。そして4段目の時も鎖編み2目がこちらを向いていますから、最後の目がこれだと分かりやすくなると思いますが、慣れないうちはマーカーをつけながら編んでみてください。そして、このように編んだ見本は、一度鎖編みを編んで、糸を引いておきますと、ほつれてきませんから、糸は切って見本として取っておくといいと思います。これを取っておくと後で中長編みの編み方はどんなんだったろうと思うときに参考になりますから、最初のうちは少し編んだら見本を取っておくことをお勧めします。立ち上がりの鎖編み2目は中長編みの目数には入れないで中長編みを編みました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。